来は電気が心臓の特定ルートだけを流れることがすごく大事なんだけど、それは後から特定ルートができたのではなくて最初からだったはず。それに電気を伝える組織は最初からすごい高性能だったはずっていうお話でしたよね。その他にガンガン収縮する心臓の筋肉の中から電気を伝える専門の組織が系統だってできてくるんだけど、それはあらかじめそういう青写真があって、その青写真を実現するように遺伝子上にもプログラミングされてなければ起こり得ないんだっていうことをお話ししましたよね。すごいですよね。でもそろそろネタ切れかなと思ってない？まだあるんですか？あるよ。聞きたい？はい、お願いします。 OK。今ちょっと手と足の動き止めてくれない？いきなりなんですか？できますけど変なの？変じゃないよ。でもとにかくできるよね。で、じゃあね、今度はちょっと心臓の動き止めてみて。そんなのできるわけないじゃないですか。そうだよね。でもなんで手足はできるのに心臓できないの？なんでだろう。でもそう聞かれるとズバッと答えられないな。睡眠中基本体動いてないと思うんだけど、心臓はどう？止まってる？いや、絶対動いてます。でもなんでだろう。実はね、心筋細胞は自分で周期的に電気を生み出して動く能力を持ってるからなんです。この能力のことを自動脳って言うんだけど、この自動脳のおかげで心臓は寝てる間も動いてくれてます。ちょっとゆっくりめにはなるんだけどね。もっと感動してよ。明日があるなんて歌あったけど、自動脳のおかげで明日があるのよ。ところで逆に手足に自動脳がないんだけど、あった方が良かったと思う？わあ、それやばい。そんな生き物まともに生きていきませんよね。でしょ？問題外だよね。じゃあ人間の体の中で自動脳、自分で勝手に動く能力を持ってる心臓だけだと思う？他にもあるんですか？あるよ。例えば昨日の夜中に小腹が空いてラーメン食べて、そしたら眠くなっちゃってすぐ寝ちゃった。今朝起きたら胃袋の中ラーメンだらけだなんてことないじゃん。消化管にも自動脳があります。あるんだけど、これもう不規則に1分間に数回とかそんな感じで、心臓みたいに規則正しく1分間に何十回体の必要に応じて増えたり減ったりなんていう、そういう自動脳とも比べ物にならないんですよね。で、消化管にはそこまでの自動脳が必要ないっていうことなんだけど、改めて考えると心臓も消化管も手足の骨格筋も全部筋肉だし、元を正せば一つの細胞で、そこからそれぞれの臓器に分かれた遺伝情報は全然加わってないんですね。だけど生命を支える心臓はすごく精密な自動脳、消化管はそこまで手の込んでない自動脳を持っていて、手足や顔とかむしろ自動脳なんてあったら困る骨格筋には自動脳がない。そのようにプログラムされてたからですよ。しかもそれらの遺伝情報は全部受精卵の時点で揃ってたっていうことなんです。このプログラムって長い年月かけて完成したと思う？全身に心臓並みの指導脳があった段階とか、心臓も消化管も意識的に動かさなきゃいけないなんていう時代があったわけがないんですよね。でもそれは将来心臓になる部分は自動脳がオンになるように、他の部分はオンにならないように、もうあらかじめセットされていた、遺伝子にプログラムされてたからですよ、最初から。なるほど。心臓の細胞は自動的に電気を生み出す、それを自動脳というで分かった気になっていたけど、それで済むような話じゃないんですね。そうそうね。自動脳についてはもう一つ知ってほしいことがあるのよ。もう一回ちょっと図を見てほしいんですけど、この心房の上の方の動房結節が心臓の補聴取りですよ、司令塔ですよって話したでしょ。で、もしこの部分が何らかの理由でダメになっちゃったらどうなると思います？もしかして心臓止まっちゃうんですか？と思うじゃん。ところが止まらないのよ。もしこの動房結節がやられたら、次はここの房室結節か、あるいは心房の別の場所が司令塔になって心臓が動き続けるの。すごい。いや、感心するのまだ早いでしょ。じゃあ房室結節もやられたら今度こそ心臓止まる？いや、さすがに止まるんじゃないですか？止まんないのよ。大抵その下の筆足が司令塔になってやっぱり止まらない。で、筆足もやられたら今度はプルキンエ繊維とか心室とか他が補聴取りをして心臓は止まらないんです。なんでそんなに粘り強いんですか？実は自動脳を持ってるのが司令塔の動房結節だけじゃなくて、全部の心臓に自動脳があるからなんですね。
もうバックアップがかかってて、そんな簡単にやられない。まるでターミネーターみたいでしょ。でも全部に自動脳があるなら、どうして動房結節が司令塔なんですか？それ、いいこと聞いてくれました。実はね、全部自動脳を持ってるんだけど、ペース設定が違うんです。動房結節が1分間に70、房室結節50、筆速35、プルキンエ繊維25みたいな感じで、そうするとね、動房結節が順調に電気を送ってくると、房室結節は自分のペースで電気を起こす前に上から電気が来ちゃうので、それに反応してその電気を筆速以下に伝える。で、筆速以下も同じように反応する。だけど司令塔のはずの動房結節が電気が来なくなると。で、そうすると残った組織の中で一番早い、例えば房室結節が補聴取りを始めて、その房室結節もダメになると、今度はその次の筆速が補聴取りを始める。で、こうやって二重三重にバックアップがかかっていて、しかも電気の流れに沿って上から下に行くほどペースがゆっくりになってるから、乱れなく電気が伝わって、まるで動房結節が司令塔で独壇場みたいに見えるんですよね。うまくできてますね。うまくできてるんだけど、改めて考えると全部電気を伝える同じ系統の組織なのに、なんで設定が違うんだろう、すごく不自然だなって思わない？例えばもし動房結節と心室筋が同じペースぐらいだったら、そういう風に設定されたら、もうちょくちょく電気が入り乱れて命に関わるような不整脈が頻発するの。例えばそれ心臓外科の手術で実は私しょっちゅう見てたんです。ここまで話してきた非常に巧妙なペース設定っていうのは実は平熱限定なんですよ。心臓外科の手術の患者さんってね、手術中に体温を結構下げるんですよね。で、下げるんだけど、もう下げていくと、もう目に見えて心拍数が下がってくる。つまり上位の動房結節のリズムがどんどん遅くなってくるんですね。で、そうすると、ほとんどの患者さんがあるところで、特にいろいろ誘発しなくても、心室細動になっちゃうんですよ。もちろん心臓の手術の時には心室細動になってもいいようなちゃんと段取りをして機械でバックアップをして、むしろ心臓に止まってもらいたいからそうなってるんで、それでいいわけです。だけど困るのが雪山遭難なんですよね。雪山で遭難したら絶対寝ちゃいけないって言われてるの知ってます？はい、聞いたことあります。寝ちゃうと体温が下がって心室細動になってしまいやすいことが最大の原因なんですね。要するにさっきからお話ししたペース設定が崩れることっていうのは命に関わるんです。で、だから上から順に設定ペースがゆっくりになっているっていう事実が段階的に完成したとは考えにくいんですよ。もう完成前の状態の生物っていうのがいたとしたらもうバタバタいってしまったはずですから。だけど最初からこんなに器用に違うペース設定になっているのが自然現象だったんだっていうふうに言い張るとしたら、これはもう公平に考えてるとはとても言えないですよね。今回はここまでにしたいと思います。次回は心室細動が疑われる日本昔話についてお話しします。お楽しみに。この動画でお話ししたことはどこかの知らない誰かに起こっていることではなくて、見てくださった皆さんご自身に起こっていることなんです。そのことに気づいて、ぜひ驚きながら喜んでいただきたいと思います。